盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは黒松のね、秋冬の手入れというか、10月超え出したあたりから、黒松に対してねした方がいい手入れをご紹介します。でその手入れ言うんですけども、何するかと申しますと、これ今黒松ここあるんですが、目切りをしてね、古葉がやっぱり目立つ頃になってきます。10月超え出すと。でその古葉を取るのと、あと目切りした箇所からその2目とかね1目ぐらいしか出なかったらそれはそれでいいんですが、だいたい結構よくあるのが3個以上とかね、3つ4つとか出る場合があるんで、その3つっていうのが多いんで、3つをだいたい2つが基本ですね。で場合によってはその3つ3つ出てるとこから1つに減らすとか、そんな感じの手入れを今これからの時期、やっていったらいいかなと思います。なんでちょっともう一回補足なんですけども、だいたいこの作業は10月の中旬、早い人でとか早い木で中旬、だいたい10月後半から2月の間ぐらいにやればいい作業ですね。でちょっと細かいこと言いますと、11月前後ですね。11月前後はそのきれいに見せるための、軽めのね、古葉は絶対取った方がいいんですけど、軽めの手入れ、ちょっと目や葉をちょっと多めに置いといての、ちゃんと飾って見せる感じの手入れで、2月ぐらいになったら同じような手入れなんですけど、これからのね新芽を出すためのしっかりした手入れ、しっかりした手入れじゃないな、より多くの葉っぱとかより多くの芽を取る、もういっぱい透かす感じですが2月頃で、今日やるのはさっき言った11月前後の、見せる用の手入れを今からちょっとしてみます。ただ映像でどこまでね伝わるかっていうのがあるんですけども、雰囲気だけでもつかみ取っていただけたらなと思います。では実際の作業をしてみます。では実際に作業していくんですが、どこを切り取るかっていうのをご説明いたします。これ今ハサミでちょっと押さえてる葉っぱ、これが去年の葉っぱなんですね。目切りの時に置いてあった葉っぱで、ちょっとごめんなさいね、この切り口、これ目切りした後です。で目切りした後から1本2本、ここに関してはそうですね、この目切り箇所に関しては切った場所から2本芽が出てるだけですね。だから古葉だけ取ってやればいいかなと。で古葉は指またはピンセットでこう引っ張り抜く方法でもいいですし、こっち側にもちょっと分かりにくいんですが、古葉がこの辺あるんですけど、これをハサミでね古葉の根元から切り取る。で切り取ったらちょっと残るんですけども、こんなはもうちょっと寒くなったらもうポロポロっと取れてくるんで、全然少々残ってても大丈夫です。で今2つのねパターンの作業を言ったんですけども、ハサミで切る分にはその場でスカッと切るんで、皮がむけるとか、その引っ張って何か大事な芽と一緒に抜き取ってしまうっていうことはちょっと少ないです、ハサミの方が。でどこがいいかな、この辺いこうかな。で古葉を指で引っ張る場合は一緒にね芽がねポロッとね取れちゃう場合もあるんですよ。なんでそうなりやすいの結構難しいので、やるなら気をつけて、で慣れない場合はハサミで切った方が安全だったりします。ちょっとこの辺だけやってみますね。この中の方とかはねちょっと映像では分かりにくいと思いますけど、作業の感じだけハサミでいった方がいいですね。この指に比べたらやっぱハサミがね先が尖って奥の方に入り込んでいきやすいというかね。で針金かける用の手入れするんだったらもうねちっちゃい芽もね一緒に取っちゃっていいです。針金の邪魔になるような小さいで、こういう時は手をね下から
こう当てる分にはね葉っぱ折れないんですよあんまり。でもこうはねこうが折れちゃうんで、だから中の方行く時はこう指でねこう横にこう葉っぱを芽をね避けてその隙間からバチッといくような感じ、はい、これ避けて古葉は絶対外側にあるんで、このピロンとなったとこまた切るとかね。こういうちっちゃい芽はもういらないで、こういう古葉をビロンと出た隙にパチッとね、こう葉っぱを避ける時の手の持っていき方は結構大事かもしれないです。これができるできないでこのいる方の葉っぱの折れる折れないが結構決まってくるんで、避けながらで今古葉だけ狙って取ってますけども、例えばこれ今触ってるとこなんですが、ちょっと指でも使ったりね、ちょっと葉っぱがね多いんですよ。この今揺らしてるあたり、こういうのはね周りとのバランス取るためにあまり薄くなっちゃダメなんですけど、ちょっとね周りに合わすために今年出た葉っぱ、新芽の葉っぱも取っても大丈夫です。そういう場合に限りね。でバランスをとって、こういうの抜かなかったらここだけ濃くて他が薄いみたいになるんで、こういうとこがあればちょっと抜いてね平均化さすみたいな、はい、こんな感じの作業を全部にしていくと。で一目一目油断せずにねしっかり見ながらやっていくと、はい、こんな感じの作業になります。はい、ではこんな感じでね作業を進めていくんですが、この木がね大きすぎてちょっとしかやっぱできないんで動画上で分かりにくいと思うんです。なんであらかじめちょっとねビフォーアフターを用意してますね。これで見てもらえたらなと。こっちかなりボサボサですよね。はい、赤葉もあったり密集してね、はい、こういう木を今の説明させてもらった動画のようなね内容の作業をすると、よいしょ、こうなると。木は違いますけどだいたいこれも同じぐらいボサボサでした。でしっかりいらない葉っぱ取っていらない枝取ったらどうですかね、かなりすっきりしているように見えるんですけども、比べてみると結構違うと思うんですね。だからこの作業をちゃんとすることによってこれぐらいすっきりすると、はい、綺麗になってると思います。はい、なんで今回のね動画参考にしてもらって、このボサボサがこれぐらいすっきりするような感じの作業、はい、チャレンジしてみてください。木の発育にとっても大事な作業なんでぜひぜひ。はい、よいしょ、これでは今回は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。